よろしくお願いします。にゃんこさんでございます。ラッピングなのって聞かれるんですけど、このマットブラック、これ純正色で。セラミックブレーキじゃセラミないですか。ックブレーキ。すごいですね。めっちゃ効きます。どうですか、乗ってみて。やっぱり運転しやすくていい車ですね。速いし、取り回しもしやすいし。じゃあまさかコンビニとかスーパー行くの BM とかそうですね。で、こちらは長距離用。僕の予想を簡単に裏切られてしまいました。じゃあにゃんこ先生、ちょっと踏んでみてください。はい音を。はい。ボーイズ&ウィズ TV のお時間でございます。ご案内役の司です。今日はガールズ&ウィズ TV です。そしてゲストはこちらの方、お名前はにゃんこです。よろしくお願いします。にゃんこさんでございます。お住まいは？東京です。お仕事は？自動車ライターと運送業の会社を経営しております。二足のわらじを。はい、そんな感じで。いいですね。そして、じゃあにゃんこさん、車を紹介してください。奥の方から。奥の車はスバル WRX-S4 STI スポーツです。こちらは BMW M3 のコンペティションです。年式奥から？こっちが2020年、BMW が2018年になります。という2台で今日はにゃんこさんとお届けします。ガールズ&ウィズ TV です。お楽しみに。にゃんこさん、じゃあまずこちら1台目、スバルの WRX の S4 STI スポーツ。特徴は何でしょうか？やっぱり2リッターターボでめっちゃ速いってとこですね。ここに大きい穴が開いてますけど。はい、インテークのね、穴がスバルの特徴ですよね。ですよね。やっぱり。はい。これが開いてるとなんかスバルっぽいな。インプレッサって言わないんですか？もう。そうですね。今はもう WRX とインプレッサー分かれてます。インプレッサって呼びたくなっちゃうけど。そうですよね。前はそうだったから。ね、これが開いてると特に。そうですよね。他でエアロとかつけたりしてるんですか？ STI のエアロが一応ぐるっと一周フロントとサイドついてて、下のこのスプリッターのところは APR パフォーマンスっていう海外のショップさんのがついてます。うまくまとまってますね。ありがとうございます。後ろの方もついてる。後ろの方はダックテールがついてます。ピランとついたやつですね。はい。可愛いですね。で、ホイールは純正。プロドライブの20インチ入ってます。はい。これもかっこいい、締まりがあっていいですね。ありがとうございます。ここは黄緑色はもともと。あ、違います。これもともとは赤のエンブレムなんですけど、友達にターコイズブルーに塗ってもらいました。サイドのエンブレムと、はい、合わせてます。非常にまとまりがよくで、これぐらいにして、今度はこちらのね、すごいですよ、いかつめのBMW M3 コンペティション DTC。 もう名前が早そうですけどそうですね。これもすごいですよね。これはどんな感じですか？特徴は。ラッピングなのって聞かれるんですけど、このマットブラック、これ純正色で。はい、あるんですか？はい、あります。すごい、ちょっとね、いかつめというか、そうですよね、かっこいいですよね。他に何かあります？特徴。これ変えたんですか？これエンブレムは。あ、エンブレムも変えてます。黒白バージョンに。黒い車、黒い車。黒い車、黒い車。どっちも黒い車で。そう、黒ばっかりです。うちにあるのは。内装も結構いいですよね、これね。そうですね。その真ん中の M3 のとか光ります。あ、光るんだ。へえ。あとこのね、カーボンのこのミラーは M3 のね、オプションですよね。このホイールは純正ですか？はい、純正です。黒に塗ってます。黒が塗ってる。塗ってる。で、このね、ブレーキがかっこいい。はい。これ塗ってないですよね。これは塗ってないです。セラミックブレーキじゃないですか。セラミックブレーキ。すごいですね。めっちゃ効きます。めっちゃ効く。キュッて効く。ということで、この真っ黒の2台、ピカピカの1台とマットの1台、なぜこの2台にしたのか、そしてにゃんこさんというのはどこから来た名前なのか、その辺もちょっと謎が迫ります。まずはじゃあスバルの方から乗ってみましょうかね。じゃあ試乗行きましょう。1台目から行ってきます。ボルドーと言いますか、ツートーンになっててかっこいいですけど、この仕様はこの車専用？ STI スポーツのグレードになるとこのボルドーカラーになります。じゃあちょっと助け舟のご主人に聞いてみましょう。実はご主人が後ろに乗ってるんですね。こんにちは。こんにちは。ガタガタっつったぞ。そうなんですよ。これ扱いが難くなるんですよね。はい、まずは1台目乗り込みまして、こちら車にゃんこ先生何でしたっけ？ WRX-S4 STI スポーツです。2020年式ですね。はい。これは何年ぐらい乗ってるんですか？ちょうど今年で5年目？結構長く乗ってらっしゃって。そうですね。新車から？新車からです。今ちょうど3万キロ刻んでますね。この前は何か乗ってたんですか？レボーグ乗ってました。スバル島でいらっしゃって。一応仕事が自動車ライターがスバルを結構メインにやってるんで。あ、お仕事上もあって。そうですそうです。レボーグからのこちら。はい、S4 になりました。どうですか、乗ってみて。やっぱり運転しやすくていい車ですね。速いし、取り回しもしやすいし。サイズもちょうどいいですよね。そう、サイズがちょうどいいです。乗り換えるきっかけあったんですか？はい、レボーグのローンがちょうど終わったっていうところもあったんですけど、母が乗ってたステージャーの車検が切れちゃったんで、古い車だし、あちこち日産独特の持病みたいなのがありまして、だったら私のレボーグを母に乗って
ってもらって、私はじゃあちょっとレボーグから1個グレードアップした車にじゃあしようかなっていうことでこのスポーにしました。レボーグから乗り換えて初めて乗っていかがですか？レボーグが 1.6 リッターだったんで、やっぱり2リッターはすごいパワフルで全然乗り心地が違います。0.4 違うだけでこんな違うかと。だいぶ違いますね。結構固めなセッティングな気がします。どうですか、車？そうですね、私固めが好きなんでレボーグの時もカチカチにしてました。ちなみにこれカチカチにしてあるんでしょうか？これも多分カチカチだと思います。カチカチ仕様で。はい、カチカチ仕様で。内装なんかもすごい色がね、黒とボルドーと言いますか、ツートーンになっててかっこいいですけど、この仕様はこの車専用？そうです。STI スポーツのグレードになるとこのボルドーカラーになります。赤いステッチとかも入ってて、このシフトノブのピンク色と言いますか、これもそう赤なんですけど色あせちゃって、一番ね日が当たるところですからね。そうですそうです。こういう仕様もあるんですね。これは Amazon で1000円ぐらいでポチったやつです。そんなのがある。はい、あります。簡単につけられるんですね。そうですよ。これ純正だと短すぎて、ハンドルを回した時に見失っちゃうんですよね。なるほど。どういう風な使い方してます？この車まず。基本的に私チャリ通なんで。車じゃないの？車じゃないんですよ。本当に取材に行く時と、長距離とかお出かけする時ぐらいしか乗れてないんですよ。乗る頻度的にはまず WRX の方はどんな感じで？数ヶ月に1回とか。いや本当にそんな感じです。僕はてっきりこちらが足で、あちらがたまにかと思ったら。いやいや逆に BM の方が多分乗ってます。じゃあまさかコンビニとかスーパー行くの BM とか？そうですね。でこちらはたまに乗る。そうですね、長距離を。僕の予想を簡単に裏切られてしまいました。まずじゃあ WRX の方、特に気に入ってるとこはどこでしょうか？見た目好きですね。かっこいいですよね。はい、ゴツゴツしてて、最近の車って結構流線系が多いじゃないですか。やっぱり空力の問題だったりとか、でもスバルはやっぱりずっとこうちょっとボディラインがカチッとした車を出し続けてるので、そういうところが好きです。しかもエアロでさらにカクカクした感じの印象に、ここはちょっとみたいなとこってあります？ないですないです。ない？じゃあ完璧じゃないですか。そうです、完璧車です。今後この車はどうしていきたいとかありますか？ホイールちょっと変えたいなとはずっと思ってるんですけど。変えたんじゃないですか？全然違う、もうスカリムにしてちょっとメッシュタイプにしたいなっていうのはずっと思ってて。それはだいぶ印象変わりますね。はい、本当はこれも車スタンス系にしたかったんですけど、スタンス系、ちょっとねお金の事情だったり乗る頻度とか考えるとちょっともったいないなと思ってできずにいるんですけど。後から BMW を追加して買ったんですか？あれどっちだっけな。じゃあちょっと助け舟のご主人に聞きましょう。実はご主人が後ろに乗ってるんですね。こんにちは。こんにちは。お名前は？サクリンです。どっちが先に買われたんですか、車？スバルのが先です。あれそうだっけ？どちらも新車ですか？いえ、BM は1年落ちかな。こっちが2020年式、あっちも2020年式ですもんね。そうですね。すごそう、さっきブルブル言ってましたよね、音ね。そうですね、マフラー音変えられるんだよね。やんちゃな音がだいぶしてました。ガウガウガウ。この子はそんなやんちゃじゃないですか？そうですね、一応マフラーも変えてはいるんですけど、そんなに BM ほどでは。どれぐらい違うのか楽しみでございます。はい。そしてどう乗り分けてるのかも聞いてみましょう。3人乗り換えます。はい、2台目乗り込みました。こちらは BMW の M3 のコンペティションです。速そうな車。激速です。そもそもにゃんこさんというのは誰かというお話と、誰かはい、なんでこの世界に入ったかっていうのをちょっと聞いていいですか？はい。まずはじゃあこの世界に入ったきっかけ？ライターってことですか？そうですね、はい、車の世界。ライターはですね、大学卒業して私パティシエをやってたんですけど、で新聞の折り込みチラシでレボーグを買って、普通に広告に入ってるやつ？そう、この車いいじゃんっつって、そこでミンカラっていうアプリ、あそこで登録したハンドルネームがニャンチューだったんですよ。よくありますそれ。そっからニャンチューの愛称で親しんでもらえて、スバルマガジンっていう本がありまして、そこでスバジョっていうスバルに乗ってる女の子を紹介する企画があったんですよ。なるほど。そこのページにみんなでニャンチュー出なよって言われて出させてもらったんですけど。それはいつの時代？それはレボーグ乗って1年目か2年目かぐらいだったかな。でその時知り合ったライターさんがいるんですけど、その人がすごく楽しそうに仕事をしてたんですね。パティシエやってその時も3年目ぐらいだったのかな。だいたいそのお店でできることは結構やらせてもらってたんで、ちょっと違う仕事にチャレンジしてみようかなと思って、そのライターさんに弟子入りしたいってお願いしたんですよ。じゃあパティシエ辞めちゃったんだ？そうですそうですそうです。3ヶ月後ぐらいに辞めたいんですけどいいですかみたいな。そんででライターになって、今もちびちび続けてる感じです。雑誌書いたりとか。
どうですか、楽しいですか？パティシエ辞めて後悔とかないですか？パティシエはパティシエですごい楽しかった職業だったんで、年取ってもうライターとかもできなくなったらまた戻ってもいいかなって思えるぐらいいい職業です。未だにお菓子とか作るんですか？作ります。毎年我が家のクリスマスケーキ、誕生日ケーキ、バレンタインとかは手作りにしてます。ちなみに僕来月誕生日ですけど。あ、おめでとうございます。はい、言葉いただきました。そうだったんですか。はい。運送業の？まあ、主人と結婚して、主人が運送業の会社の社長なので、まあ、もう一個子会社を作るってなった時に、じゃあ私が代表をみたいな感じで、名ばかり社長なんで。にゃんこさんが大型トラックを転がして、あ、そういうわけじゃないです。九州まで行くとかじゃない。あ、じゃないですよ。みんなに走ってきてねって。走ってきてね係。それで今は二足のわらじということで。そうですね。あとなんかまあテレビのお仕事とかちょこちょこタレント的なのもやらせてもらったりとかしてるから。なるほど。まずスバルより先に買ったのはこのまゆみさんらしいですね。はい。さっきご主人に聞きましたけど、はい、これはとんでもない車じゃないですか。今ね、ちょっと雨が降ってる時で走らせていいんですか？走らせて大丈夫ですけど。雨の日乗ります？乗ります。むしろ雨の日チャリンコ乗れないんでこれ乗って出勤します。さっきチャリ通っておっしゃってましたよね。はい。雨の日はスバルじゃなくてこっち？あ、こっちです。なかなか面白いですね。そうですか。なんかたくさんボタンとかついてますけど、これどうなるんですか、これ。あれ？2回で3回？はい。変わった？違うじゃん。はい、またパパ出てきました。はい。どこ？これじゃないの？それをそっち2回押すとスポーツプラスになって、あ、本当だ、なったでここでマフラーのあれが開くんで、これを押するとスポーツモード。ガタガタって言ったぞ。そうなんですよ。これ扱いが難くなるんですよね。扱いが難くなるっていうか、もう扱い切れるスペックじゃないんじゃないですか。もうひょっとしたらサーキットで走れるスペックになるんで。富士の直線で何キロ出したんだっけ？200？ 250キロまで。でもうちょっと出そうじゃないですか、もう平気で。だからもうちょっと多分怖くて踏めないんですよ。ですよね。ちょっとだけそのマフラー音的なものを聞かせていただこうかしら。いけるかな。じゃあにゃんこ先生、ちょっと踏んでみてください。はい、音を。はい。どうですか？いいですね。わかるかな。結構固めのセッティングで。そうですね。これ硬くなるんすよね、刺すも。これは車高調、アラゴッサの車高調に変えちゃってるんで、硬さの設定は上げないと元からカチカチ？ボタンを押すとカチカチモードになるわけじゃない。ならないです。ならないですね。大変失礼しました。そうか、本当はなるけど。ノーマルの場合はなります。なるほど。今なったかと思っちゃった。それはちょっと踏んだからかな。この荷台乗り例えるとしたらどんな感じですか？贅沢の極み？贅沢の極みですよね。ですよね。似たような車がね、2個もあって。カチカチが好きです。ふにゃふにゃした車に乗ってみたいなとかないですか？ないです。ふにゃふにゃ嫌いです。三半規管弱いんで酔っちゃいます。あ、そっちか。はい。このカチカチでベタベタしたところでもは酔わない。は酔わないです。自分でハンドル握ってれば大丈夫系です。ちなみにご主人の車なんですか？マッサングのコンバーチブル。何年式？1966年。色は黒ですね。黒3台ってことですか？いや、3台じゃないですよ。ハイエースもあるんで。ハイエースも黒なんで。ハイエースも黒？はい。じゃあ四角い黒と BMW 黒、WRX 黒、マスタング黒。すごいっすね。とんでもない4台をお持ちでいらっしゃって。なんで黒が好きなんですか？なんだろう、レボーが青だったんですよ。でも黒と青迷ってたんで、今回は黒にしようと思って黒にしました。ご主人の趣味を混ぜたわけでもなく、にゃんこさんが。ちなみに僕黒は好きじゃないんで。ベンツ白だったもんね。そうなんですね。でもマスタングはたまたま黒、ハイエースもたまたま黒。V8 もあるじゃないですか、M さんってね。それって V8 の M3 は1回だけしか作ってないんですよ。そっか、やっぱり僕は全部直6のストレート6って言えば BMW っていうですよね。はい、のツインターボです。ちょっぱいですよね。早いですね。お二人はどっちが運転する頻度が高いんですか？僕運転嫌いなんで。確かに基本的に長距離行くときは私に運転任せて。いい奥様でいらっしゃっていいですね。僕もできればこっちに座りたい。都内の運転が怖くて、道よく分かんなくないですか？なんか、さあ走れって感じでバーってなんかわけのわかんない車線が広がって、だから都内とか近場運転するときは主人に頼んで、遠出するときは私が運転。一番いいじゃないですか。感じだよね、大体ね。それすら嫌なんですね。嫌がる嫌がる。車が好きでお知り合ったわけではない？そういうわけじゃない。たまたま二人とも車好きだった。そうだね。
いやとんでもない2台で、ありがとうございます。僕の手には負えません。どっちも早いですもんね。バケモン級に速くて、そうですね、化け物スピード。それをね操るにゃんこさんはただものではやっぱりないなっていうのが乗る前と乗る後で僕の感想も全く違いました。恐れ入りました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、この2台スバル WRX と BMW M3、この2台を合わせた点数100点満点何点でしょうか150点です。150点、すごいですね。その理由は大好物が揃ってます。どちらも振り切った2台ということで、はい、素晴らしい車でございました。この2台乗り続けたいですか？はい、ずっと大切に乗り続けたいと思います。はい、ということで今回はにゃんこさんとスバル WRX そして BMW の M3 でお届けしました。ガールズ&グリス TV、また見てね、バイバイ。